夢のある CPT をみんな回ってるかっていうと、回ってない。でルールだったら、仮に今みたいに SFL が忙しくてもみんな回る。SFL の賞金っていくらだっけ ?100 万ドルにしてくれとは言わないけど、せめて半分。どうでしょうせめて半分どうでしょう ?SFL に回してもらえませんかねプロも海外の大会回るより国内で配信イベントやってるのは稼げる時代になってきてますかまあ、イエスと言わざるを得ないよね。現状を見てると。だから結局、まあ、夢あるわけじゃない。まあ、ちょっとこれについては、ね、俺も話したかったんで、話すんですけど、夢あるわけじゃん。優勝すると、100万ドル約日本円で言うと1億5000万円で、まあ、夢あるじゃないですか。ゲームで1億5000万円ですよ。で、ただじゃあ、その CPT を、夢のある CPT をみんな回ってるかっていうと、まあ、回ってない。アメリカ1人、フランス3人、今度のアメリカ、今んとこ1人。まあ増えるかもしれないけどね。今んとこ1人。で、まあこれってもう、まあ、答え出てて、効率が悪いんですよ。まあちょっと夢のない話するけどね。夢のない話をすると、お金のこと考えたときにめちゃめちゃ効率悪いんだよ。めちゃめちゃ効率悪い。で、だから、まあ、海外行って勝てる可能性があるんだけど、まあ、とりあえず、目先の勝利がプラスに働く SFL に、取り組みつつ、まあ、配信したりとかするかっていうことになるわけよ。で、だから、このルールが、まあ、以前のような、なんだ、CPT、要するにポイントをいっぱい集めていって、なんだ、上位者は出場できますっていうルールだったら、仮に今みたいに SFL が忙しくてもみんな回る。これはね、俺かけてもいい。もう 99% 回る。回んない人もいるかもしれないよ。もう SFL が一番大事ですっていう人もいるかもしれないけど、基本的にスポンサーが許してくれる。自分もお金にまだ余裕があるっていう人は回る。それは絶対回る。だけど、そこまでするのが、まあ正直、お金的にはもう相当損っていうか、今まあ物価も高いんで、その海外のね、円が弱いっていうのもあって。でちなみに俺は、スポンサーに海外に行かせてもらう。これね、2種類あるんですよ。スポンサーが行っていいよとか、チームが行っていいよっていう、その許可を得て行くタイプの人と、そもそも渡航費がスポンサー費に含まれてる人って多分2パターンあって、まあ、後者はあれなのかもしれない。俺は後者なんですよ。なので、まあ、行く大会っていうのは、まあ、結局自分の意思で決めれて、まあ、行ってもいい。まあ、極端な話をすると、行っても行かなくてもどっちでもいいって言ったらあれだけど、いいんだけども、まあ、っていう立場なんでね。そう。だけど、まあ、どっちにしろ、まあ、みんな行かないっていうのは、自分個人のお金から出していくのは、もったいない。もしくは、チームが、いや、ちょっと行ってもさすがに、効率が悪すぎますっていう判断だと思う。で、それに比べて今国内のスト6がすごい盛り上がってる。だから配信すれば、視聴者もそれなりに、今までのね、スト5とかに比べると視聴者もつくし、それで食えちゃうじゃん、みたいな。収益上げれちゃうじゃん、みたいな。で、海外に行くと、まずその配信ができない。そのロスがある。で練習も満足にできない。すごい大きいよね、プレイヤーとしては。で、プラス渡航費がかかって、向こうでの滞在費もかかってってなると、もう上下いくらかかってんのよっていう話。要するに、お金が入ってこないプラスお金がかかるみたいな。で、じゃあそれを全て解決できることって何かっていうと、優勝するしかないっていうことで、まあ普通に考えると、いかないっすよね。普通に考えていかないっすよ。で、で、ただじゃあ以前のようなルールにしたときにどうなるかっていうと、まあサウジアラビアのように、大会のように、やっぱり日本人が独占するんですよ、絶対。やっぱ平均レベル絶対日本圧倒的なんで。だから、まあ、で、それを嫌って今のルールにしたと思ってるし、カプコンも。で、やっぱ日本人からすると、いや、もっと日本が強いんだから日本の枠増やしてくれよっていうふうに思うと思うんだけど、俺は、まあ、正直これでいいのかなっていうか、今って、まあ、っていうのはその理由が今俺が海外回ってるところにもあるんだけど、
結局日本国内だけで完結したら、気も取りするだけなんですよ。終わっちゃうんでどうせ。こんな小さい国でさ、格ゲーが盛り上がったところで、たかが知れてるから、目先のことを考えると、海外行かないっていうか、海外のことを考えないのが一番なんだけど、やっぱり長い目で見ると海外盛り上がってもらわないと困るっていうか、長い目で見るとね。だから、まあ今みたいに日本人はちょっと、まあ、レベルの割に出場するチャンスが少ないっていう部分はあるけど、まあ格ゲーのその全体の盛り上がり考えると、いろんな国の出場者が出てきた方が盛り上がるよねっていうのは納得できるんで、まあ俺はまあいいのかなって思ってます。いいのかなって、これでいいのかなって。そう。で、まあただその一方で、やっぱりちょっと俺はそういう未来が心配なんで、まあもちろんね、優勝狙っていってますけど、優勝狙いつつも、プラス、まあちょっと未来が心配なんで、海外には行くようにするっていうのはあるけど、他の人たちが行かないのはもうまあ、しょうがない。しょうがない。法律考えたらいけるわけがないんで、しょうがないです。で、それに関してで一個俺が要望があるとしたら、まあ、SFL も大きいじゃないですか。言うて SFL がなかったら行ってるって人もまあいると思うんで、SFL のだから、極端だから今、カプコンカップの賞金が100万ドルで、SFL の賞金っていくらだっけ ?10 万ドルもない。多分6万ドルとか、7万ドルとかそんなもんでしょ。まあ俺はちゃんと把握してないんだけど。でそれを4人で分けるんでしょ。そう、確かに渡航費こそかかってないけど、かける労力、時間、熱意、いろんなものを考えると、アンバランスなんで、さすがに。100万ドルにしてくれとは言わないけど、せめて半分、どうでしょうせめて半分どうでしょう50万ドル。しかもそれを4人で割るんですよ。普通はチーム戦の方が賞金高いですからね。せめて50万ドル追加。それが無理なら、だってさ、じゃあ、カプコンカップの賞金が100万ドルだけど、今ね、もちろんすごいよ。でもこれが50万ドルになったからっつって、ボード起きねえじゃん。十分高額じゃん。サウジもあるし。SFL に回してもらえませんかね。ちょっとバランスが悪い気がするんで。うん。まあでもそれでもやっぱり海外の盛り上がりを考えると、オープントーナメントの賞金高くした方がいいってことなのかなわかんないけど。まあ、それは考えがあるだろうからね。そこはね、俺あんまりね、そこまで口をっていうか、まあ、言うつもりはないです。まあ、これは商売。ね、商売、真剣にやってると思う。未来を考えてやってることだと思うんで。いやこれマジで。先週のカーカップで対戦した M ベガのものです。ありがとうございました。最後の100連打の意図を教えてくれませんかこれからも応援してます。勝ちたかったということなんですけど、結論から言いますと。はい、まあ正直ですね、対戦していて、100機種に、対応できない方なのではないかなとお見受けしました。ですが私、1試合取られまして、1試合1試合になったじゃないですか。勝たせていただきますという気持ちになりまして、あなた様が対応できなさそうな機種を対応させていただきました。応援ありがとうございます。